皆さんこんにちは、佐々木です。季節が巡り、ミルワームが活発になる気温になってきました。昨年、ミルワームが早く育つ餌の検証動画を公開したところ、米ぬかやドッグフードでの追加検証の要望をいただいたので、それらのレパートリーも含めて、ミルワームが最も早く育つ餌がどれなのか検証してみます。検証の概要はこんな感じです。前回と同様、栄養素は無視して最速でプリップリになる餌を調べていきます。まずは検証の下準備として生まれて少し成長した幼虫たちを120匹掘り出しました。体の大きさはみんな同じくらいになるように選定しています。繁殖サイクルの都合上、第1回目より一回り小さいです。この子たちを4つの容器に30匹ずつになるように分けていきます。容器ごとで体の大きさのばらつきを小さくするため、順番に1匹ずつ分別しておきました。次は4週間与える餌の紹介です。1つ目は第1回選手権の覇者、ふすまです。小麦の外皮からできており、餌によし、床材によしなため、生きているミルワームを購入した際は、大体これが入っています。ミルワームの餌としては、非常にポピュラーな枠ですが、成長速度は折り紙付きなので、今回も実力を発揮しそうです。2つ目の餌は米ぬかです。玄米を精米した時の副産物で、ぬか漬け等にも使われます。米ぬか界隈では、栄養素は白米をもしのぐと言われているようです。1つ目のふすまがパン枠なら、こっちはご飯枠です。ミルワームの検証で、パン党とご飯党の熱いバトルが見れそうですね。3つ目の餌はキャットフードです。動画コメントではドッグフードのリクエストでしたが、まあ、大体同じような成分だと思うので、これでいいでしょう。種類により材料はまちまちですが、この餌の主原料はターキーです。成分は、素タンパク質 40% 以上と書いてありました。一応細かく割り入れようかと思いましたが、あいにくすり鉢がなかったので、このまま投入します。最後の4つ目は野菜枠の人参です。リクエストにはありませんでしたが、先ほどのキャットフードの対抗馬として用意してみました。実際、ミルワームの餌に野菜の皮はよく与えているので、どれぐらい成長に寄与しているのか、この機会に確認してみます。さて、4種類の餌のセットアップが完了しました。果たして、どの餌が最も早く大きく育つのか、4週間後の結果が楽しみですね。ちなみに、人参については、餌と床材を兼ねることが難しかったので、余っていたカルシウムサンドを床材にしています。検証開始から2週間が経過しました。前回の検証と同様に、一旦各容器から10匹抽出して、現時点での大きさを比較してみます。パッと見た感じ、ふすま組は成長のばらつきが大きいです。大きい個体だと餌に使えるレベルまで成長していました。米ぬか組は全体的にやや小ぶり。2週間前と比べて一回り大きくなった程度でした。キャットフード組はいい感じですね。平均的にふすまと同じぐらいのペースで成長しています。人参組は米ぬかと同程度でしょうか。成長スピードは全体的にゆっくりしているようです。4週間が経過したので、結果を確認してみましょう。各容器の中からミルワームをすべて探り当てて取り出していきます。ある程度成長しているとはいえ、床材の中から探し当てる作業は、なかなか骨が折れますね。とりあえず、生存結果だけ先にお話しすると、こんな感じでした。ふすまとキャットフードは、非常に素晴らしい生存率です。特にふすまは、第1回目の結果と比べても同じ生存率ですね。
一方で、米ぬかと人参は生存確認できた個体が少なめです。米ぬかに関しては、4週間で6匹もロストしているので、数百匹、数千匹単位で育てる場合は効率が悪くなりそうです。次に大きさの比較です。まずは、中間結果の良くなかった人参から見てみます。初日と比べて、平均して二回りほど大きくなったようです。餌として使うには不十分なので、もう1ヶ月育てる必要があります。次に、中間結果で人参と同レベルだった米ぬかです。パッと見で黒化して死んでいる個体が目立ちます。死因は不明ですが、水分補給用に昆虫ゼリーを入れていたので、水分を吸って餌が傷み、栄養失調になった可能性もありそうです。他の餌と比べて、心なしか生き残っている個体の動きが鈍いので、もしかしたら全体的に弱っているかもしれません。お次はキャットフード組を観察してみましょう。まだ小さい個体もちらほら見えますが、一部は餌用に使えるぐらいまで成長しています。動きも先ほどの米ぬか組と比べて非常に活発です。餌を砕かずに入れたので微妙かと思いましたが、大丈夫そうですね。ちなみに、キャットフードのかけらを観察してみたところ、がっつり砕いて食べているようです。顎の力の強さが伺えますね。最後はふすまですが、前回と同じく安定した成長ですね。大きさは、キャットフード組と同じぐらいか、少し大きい程度でした。第1回目の検証に引き続き、成長スピードだけなら非常に優秀です。第2回の検証結果としては、こんな感じになりました。ふすま組とキャットフード組は僅差ですが、キャットフードの方で小さい個体が多かったため、今回もふすまに軍配が上がりました。下位争いでは、人参組と米ぬか組も僅差でしたが、米ぬか組はその生存率の低さが減点対象で最下位となりました。結論としては、前回とほぼ変わらず、成長速度だけなら、ふすまが最強、栄養補助としてキャットフードを選択するのが良さそうです。また、今回、米ぬかや人参は、成長速度への貢献度が比較的低い結果となりましたが、通常は、捨てられてしまいがちな食材を有効活用できる点では、優秀なはずなので、個人的には、時々混ぜて与えていきたいですね。といった感じで、今回は、ミルワームの成長が早い餌を再検証したら、やっぱり、ふすまが最強だったという動画でした。とは言っても、世の中には、様々な食材があり、中にはふすまより成長速度が速くなる餌もあるかもしれないので、もし、ふすまより有望そうな餌をご存知の方は、ぜひ、動画のコメント欄や SNS などで意見をいただければと思います。それでは、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いできれば幸いです。